どうも、大間形フィルムのヒロト。ともです。どうも。どうも。はい、今回お待ちかね、お、視聴者から届いた心霊写真映像スペシャル。いいですね。いいのよ。心霊写真いいですね。そう、僕たちの元にはですね、はい日々たくさんの心霊写真、心霊映像届いております。はい。ちょっと最後にね、うん非常に不穏な、映像というか、お見せするんで、それを見るかどうかはね、自己責任というか、皆さんで各々でね、ご判断いただきたいんですけれども、じゃあまずはね、軽めのものからご紹介したいと思います。私の結婚式の時での1枚です。友達同士で撮影したものなんですが、不思議な写真が撮れたということですね。この写真はですね、本当によくありがちというか、消えてる系だよね、体の一部が。では早速見ていただきましょう。本当にありがちなね、足が消えてしまっていますよと。完全に消えてますね。よくでもさ、体の一部が消えてる系でありがちなの、例えば写真がブレていたりだとか、あとは無理な体勢ではあるんだけどできなくはないっていうものが多いじゃないですか。でもこの写真見てもらうとさ、ブーケをねちょうど持っている女性の足、下半身が消えてしまっているわけですよね。完全にだもんね。そうそうそう。だから完全に静止した状態で下半身が消えてる状況、この体勢はちょっと無理がある。そうだよね。隣の方のねこの足を見ても、ここに足がないとおかしいだろうと。ふざける必要がないもんね。こんなおめでたい時だからね。そうそうそう。だからよくね言うんだけど、その楽しい場所、特に結婚式だから祝いの場、人生におけるね一大イベント、そういった場にね現れるっていうのはよくある話ではありますよね。特にですねこの被写体の方々だとか、何か事故事件怪我だとかねあったとかではないので、おそらくよくね霊能者の方が言うことを借りるんであれば、通りすがりの浮遊霊が重なったせいであると。なんで重なると消えるんだよっていうのはさておき。もう長年の謎ですけど、謎ですね。なんで重なると消えるんだろうっていうね。そこ説明してほしいよね。そうというものです。はい。続いて次に紹介する写真に至るまでの経緯だとか曰くがあるんですけれども、ちょっと長いので僕の方で割愛させていただいております。この撮影者の方はですね、数年前に年越しの際に縁切り神社へ行ったね。縁を切りたい関係があったんでしょう。なぜかそれ以降体調不良に陥ってしまったらしいんです。そしてその後2月にですね、妊娠がその方は分かって、ただ目が悪いらしくてですね、この検査薬ってあるじゃないですか、それが目視で見えなかったらしいんですよ。線が出る。そうでもなんかぼんやりもうその妊娠を示す線が見えていたらしくて、写真を撮った。でその後産婦人科に行くんですけど、胎児が見つからないっていう状況に陥るわけです。何度その検査薬を試してもやっぱり出るのよ。いわゆるその妊娠してますよ、でもおかしいってなるじゃん。3度目の産婦人科で検査したところ、子宮外妊娠してることがね分かってしまったんですよ。で大きな病院にそれで移ったらしい。でそこで入院生活が始まってしまうわけですけど、時間があるじゃないですか、やっぱ入院だとね。でその時に皆さんもやると思うけど、暇の時にさ昔の写真をこうペラペラって見たりするじゃん。こう見ていった時に一番最初に検査薬を取った写真が出てきた。その時にあれって思ったらしい。強烈な違和感を感じた。その時撮った写真っていうのは、確実にこの撮影者の方一人だけ自分の部屋で妊娠検査薬を試して一人で写真を撮ったらしいの。それは間違いないってことなんだけど、写真を見る限りそうではなかった。それがこれです。明らかにね、これ足ってことですね。足、何者かの足、しかも男の足っぽいよね。ぽいっすね。でこうね、妊娠線がこう出てて、確実にこの時一人しかいなくて、依頼者の方を信用するしかないっていう写真なんだけど、確かにこの方はこれが原因かどうかはねちょっと全くわからないんだけど、現在も入院中らしいです。入院中の間、夜中この霊に両足をずっと掴まれているとのこと。その年越しの際に縁切り神社に行ったっていうその縁もなんか関係してるのかもしれないよね。この男の存在と縁を切ろうとしていたんじゃないのかとなると、邪推ではあるんだけれども、誰の子だっていうね、父親は誰なのか、まさにこの足の持ち主の子であり縁を切ろうとした人物なんじゃなかろうかというね。邪推も邪推ですけど、そんなことを想像しちゃうよね。生き量、こんだけ映ってるもんね。そう生き量の場合はさ、影も映るし、はっきり映るっていうよね。続いて、こちらはですね、本当に何だろう、今時だなーって感じのものなんですけど、TikTok。本
と今時だね。そう。私には高校2年生の娘がおります、たった今起こったことで少し気持ち悪いことがありましたので、その動画を送ります。娘の携帯で撮ったものなんですけど、TikTok でその当時流行っていたバービーエフェクトっていうのがあるんですね。これは自分のねこう自撮りの写真を撮るとバービー人形みたいな加工をしてくれるっていうエフェクトがあるんですよ。で、娘さんはですね自宅のトイレで自分の写真をパシャッと撮って、でそのバービーエフェクトをやった。するとですね、当然自分バービーのエフェクトかかるじゃないですか。それ以外に世にも奇妙なものが映り込んでしまっているというものなんですね。それがこちら。徐々にさ、こう変わっていくんそうね。後ろになんかいるっていう。何これ？日本人形みたいな女の子がのっぺらぼうの。だからこれはどういうことかというと、顔を認識してエフェクトかけてるんですよ。そういうこと？そうだから後ろに何かいて、それも TikTok の AI なのかなが顔だと認識して日本人形をここに映し出してるんだよね。だけどどう見てもそこに何もないのよ。この加工される前に小さい女の子がいたっていう可能性もあるっていうことだよね。日本人形みたいなこのままの女の子がいたのかもしれないし、そう考えるとトイレにさのっぺらぼうの女の子がいるっていうのは怖いよね。怖いね。令和ならではの心霊現象です。はい、続いてはですね、女性のね若い方からの投稿なんですけれども、この方はですね、実家でね柴犬を飼っていて、でその柴犬を至近距離で写真を数枚撮ったんですよ。でそれを送ってきてくれてるんですけど、ちょっと見てもらいましょうか。まずはこうね可愛いですよね。これ別に何の変哲もないです。2枚目、これ分かりますか？この犬の瞳にですね、なんか人っぽいもの映ってますよね。映ってるね。で3枚目、こちらはもっとはっきり服もどんな服着てるかも分かるよね。なんかちょっとカーディガンみたいなさ白いシャツに着た肩ぐらいまでの髪型の女の子らしき影が映ってるの分かりますよね。分かる分かる。こういう感じでね、撮影している状況から見てこの距離でさ至近距離で撮ってるとなると、この瞳に映っている人影っていうのはさ自分の後ろに立ってるわけだよね。そうだね。でまだここまでだったらまあなんか人に見えんくもないねっていう程度なんですか。ただこれその続きがあってですね、実はこの投稿してきてくれた女性は精神的な病をお持ちの方でして、リストカットをね一時してしまっている時期があったんですよ。この女性はですねこの瞳に映るこの姿見覚えがあったんです。どういうことかというと、そのリストカットしていた時の血がたくさんついてる全く同じ服持ってるんですって言ってるんですよ。ドッペルゲンガーとは言わないけど、これちょっと珍しいんだけど、自分の生き量精神的にもう病んでしょうがなかった時、もうリストカットしてしまっていた頃の自分の念が自分の後ろに現れてるっていう状況なんだよね。ちょっと気味悪いというか不思議な感じだよね。そう血だらけの自分がこうやって写真撮ってる。そう自分を見下ろしてんのよ。それを犬は見てんのよ。続いてこちら。10年くらい前に親戚で集まってコテージで泊まった旅行ですよね。その際にみんなで集まって集合写真を撮りましたと。するとですね、その集合写真の中に一人全く身に覚えのない人物がいた。親戚に聞いてもこんな顔の人はこのグループにいないし誰だろうって言ってるんですよ。さらにその顔っていうのがねパッと見でも普通の顔じゃないのよ。なんか歪んでるっていうか粘土で作ったような顔になっちゃってて気味が悪いのよ。それがこちら。なんかぐにゃーってなってる感じで帽子かぶってて後ろにだけどこんな顔の人は知らないっていうの。確かになんかアニメみたいな顔だよね。そうちょっと微笑んでるかのような顔なんだけど、こちらですね心霊写真じゃなかったです。こちらの黒いねT シャツの女性がいるじゃないですか。こちらの方が帽子をこうやって持ってるだけ。わかりますか？これ左手。わかる鼻みたいなのはじゃあこのそうまあなぜこのポーズを取ったのかはさておき、帽子をこうやってやってるだけですが顔に見えていると。でこれの面白いところは手だって分かると手にしか見えない。どう見ても手やんってなっちゃうっていう心霊写真じゃなかったです。解決。続いてこれはですね1988年に撮られた写真なんですけれども、当時の写真をこうスマホで撮ったやつを送ってくれてます。小さなね男の子が写ってるんですけれども、なんとも気味の悪いものが写り込んでしまっていると。投稿していただいた方の知り合いに霊能力がある方がいらっしゃるんですけれども、これはものすごくやばいからお焚き上げした方がいいと言われてしまった。怖くて見れないからやめてくれっていう拒絶されてしまった。それがこちら。
真ん中に少年がいて、はいはい、なんか赤いもやみたいなね映り込んでるわけですけど、狐のっぽい顔って顔だよね。すごいつり目のさきつい顔してる。ご友人の方曰く非常に危険だと。赤っていうのは警告ね、まあよく言うし、ちょっとなんかよからぬ念を抱いていそうな雰囲気はあるよね。あるね。続いて、1歳の時に実家で撮られたものです。撮影者は叔父。撮影時刻夜10時過ぎにですね、自分の家で写真をパシャって撮ったと、した時に全く知らない女の横顔が映り込んでいると。その女の横顔の眼差しが異様なものであるということなんです。霊感持ってる方曰く非常に危険だということで、それがこちら。うわすごいよね。うわすごっ。ガン見。いやまさにガン見。無表情。そう、ね、子供をこれ睨んでるとも言わないんだけど、無の感情でずーっと見てるって感じ。そう何なんですか。窓とかなのかな。なんだろうね。なんかちょっと何かわからないんだけど、でこれをですね、霊感がある方にちょっと見てもらったんですよね。これをね、いわゆるその見た時に一瞬こっち振り返ったってこと言ってました。怖い。それ怖いよね。この顔がこっちギョロってね、この黒目が動いたってこと言ってたんで、ちょっと見てもらいましょうか。皆さんの中でもしこっち見なかったっていう方いらっしゃいましたら、一度 DM ください。確かに。続いては動画なんですけれども、この映像というのは、投稿してきてくれた方、女性なんですけれども、その女性のお子さんがね、学芸会があるということで、おばあちゃんが撮ったものです。だからお母さんとおばあちゃんで2人で子供の学芸会を見に行った。おばあちゃんの方がこう写真を何枚か撮ってたんだけど、おそらく操作をミスってしまって動画を回しちゃってたの。動画の録画ボタンを触れてしまったことに気づかず、しばらくこう椅子の上に多分置いてたのかな。だから天井仰いでんのよ。どっかのタイミングで気づいて、あらやだわということで録画停止したっていう映像なんだけど、その中にちょっと気になる音声がですね、入っているということなんですね。まずは見ていただきましょう。ちょっとまだ分かんないと思うので、何度かちょっと繰り返しますね。分からん。男の人の声しか分からんな。で依頼者の方はこれ一発で聞き取れたらしくて、ざまあみろって言ってる。それをちょっと頭に入れて聞いてほしい。聞こえるでしょ。そう聞こえる。そう言われるとざまあみろって言ってるよね。言っ
ってる。そうそう、普通に言ってるね。この動画を撮った時っていうのは会場のね、結構後ろの方の席座ってたらしいんですよ。だから結構まばらな席、隣誰もいないし、周りに人なんかいなかったっていうのだけは確実に覚えてる。そうです。じゃあ他の人の声が入ったとかでもない？ない。だってまあこんななんかブツブツ言ってる男がいたらわかるよね。追い出される。そうそうそう。これが一発で聞き取れたらしくて、でまあこの動画っていうのを当時そのお母さんとおばあちゃん2人で見たんだよね。そしたらおばあちゃんの方がちょっとやっぱ怖がってしまって、知り合いのお寺があって、そこにちょっとこれを供養しに行こうっていうことを言い出したんですね。まあ気味が悪いからって、知り合いだからそんななんか硬い感じじゃなくて、とりあえず話だけでも聞いてもらおうと。でもしね何かあるんだったらすぐ供養してもらったりお祓いしてもらおうっていうことで、半ば引っ張られるように、おばあちゃんとお母さん2人でところ行ったらしいんですよ。知り合いの方が開口一番投稿してくれた方の方を見て、なんかあんた男のなんか変なもんついてるけど心当たりないかっていうことを言われたらしいんですよ。すぐ分かったらしい。思い当たる節っていうのがこれ何かっていうと、この投稿してくれた方女性はシングルマザーなんですね。でそれでそのシングルになってしまった経緯っていうのが、その元旦那の DV 借金、しまいにはこの自分の子供、今回この学芸会に出てたお子さんにも暴力を振るうようになってしまって別れた。けどそこから1年ぐらいはストーカーみたいな付きまといみたいなのあったらしいんですよ。でもそれももう今から3年ぐらい前の話で、1年ぐらいでいろいろ引っ越したりだとかね、こう知り合いの手を借りていろんなことして、もう今は何もなくなったんですよ。そこから2年ぐらい経過してたんだけど、でもやっぱりそれを言われたらパッて元旦那かなっていうのはもう直感的に分かったらしい。なぜならもう一つ根拠があって、このざまあみろという声、元旦那にそっくりだった。生き量ってこともう完全に生き量で付きまとってる。そうそうそう。聞いた瞬間っていうのは何ともそんなこと思わなかったんだけど、記憶に蓋をしてたと。今思えば聞いた瞬間から私分かってたなっていうのをすごく強く感じたらしい。でもう一個ちょっとここに違和感あるのはさ、このざまあみろっていう言葉、別にこの親子は現在に至るまで大してその怪我や病気不幸に見舞われてないらしいんですよ、おばあちゃんも含めてね。なのにこのざまあみろっていう言葉ってなんだろうっていうところがすごく違和感として残っていて、今後のことを言われてたら嫌だなっていうことを言ってる。だから何か今後自分、ましてやその自分の子供に何か不幸があった時にまたこのざまあみろを思い出してしまうという、このことだったのかっていう未来が一番怖いってことを言ってました。ということで、ではね今一度聞いていただきましょう。今の話を聞いてもう一回この声を聞くと、またちょっと違って聞こえるよね。元旦那にこちらから連絡取ることなんかも絶対あるわけないじゃん。だからもう消息不明だし、どこで何してるかもわからない。だからもしかしたら身近にいるのかもしれないし、死んでいるかもしれないし、わからないのよ。俺もそれは思った。そうそうそう。もう生き量とかじゃなくて本当の霊になってる可能性。では最後の投稿です。この動画をですね送ってくれた方っていうのは、とある男性の方なんですけれども、男性のそのご友人が持っていたものらしいんですよ。なぜねそのご友人を介して送ってきてくれているかというと、投稿してくれた方のご友人、僕らにですねそういった映像だとかを送れる状態にない状況に今陥ってしまっているらしいんです。これは何かと言いますとですね、そのご友人は不動産業者なんですね。でとある事故物件が管理物件の中にありまして、本当に古い 2DK の和室ですよ。そこにですね若い女性が一人暮らしで住んでいたんですね。でその方が自ら命を絶って事故物件になってしまうわけですけれども、別にここまでであれば正直よくある話です。とは言っても男女の割合で言えば男性がおそらく9割超えてますんで、事故物件になる確率でね、女性である時点で少々珍しいです。でそんな事故物件ができてしまった。ただ遺族の方々がいらっしゃったので、亡くなった女性の荷物は全部遺族の方が処分した。何もない空っぽの状態になった。とは言ってもね、埃だとか髪の毛とかはあって、全面に掃除かけてこれで終わりかなというふうに思った時に、とある違和感を覚えたんです。何かというと、そのダイソンのさ掃除機で掃除してたんだけど、ゴミが見えるじゃないですか。見えるね。その中にね埋もれて SD カードが入っててっていうことがあって、でその時の写真も撮ってて気味が悪いねってことで今回投稿してくれた方に送ってるんですよ。でそれがこの写真なんですけど、こんな感じで入っていたと。
まあその方、友人はですね、そのゴミの中からその SD カードを拾い上げた。気味悪いけど気になるじゃん。そうすると長い髪の毛がさ、こう一緒にこう、でそれも一緒にね写真があって、こんな感じ。当然女性が住んでいてね、全面に掃除かけてるから髪の毛が曲げれることなんて容易にあり得る。中身を見た。ああ、そう、はい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 。それが原因かどうかは定かではないんだけれども、友人の方はうつ病になってしまって今休職中なんですよ。まあ不動産業ってね、まあ多いんだけど、その中身のデータっていうのは今回その投稿者の方が僕たちに送ってくれてます。で僕もその中身見ました、全部。ただそんな SD がさ、見つかったらさ、通常遺族に行きますよね。ここもかなり気味の悪いというか、不思議な状況にあって、当然この SD を見つけてからご遺族の方に、こんな SD カードが見つかったということで送ってます。ただ送り返されました。理由としては、写っている女性が娘じゃない。もうわけわかんないです別人らしいです。マジ？そうだから、もしかすると亡くなった女性の前の入居者のもの、もしくは亡くなってから誰かが侵入してそれを置いた。ただだとしても掃除機かけたら分かるのよ。分かるよね。何にもないんだもんだって。で吸い込んだらカチャカチャカチャって言うじゃん。あれなんか吸い込んだなって。それもなかったって言ってるんですよ。いつの間にかダストボックスの中に入ってた。全く知らない SD が紛れ込んだってことだよね。じゃあね、中身に関してはですね、こんな感じなんですよ。当然ねモザイクかけてますけど、どっか旅行に行った写真で、普通何ら変わりない、どこにでもいそうな、撮りそうなね、そう女性のね、思い出の写真じゃないかというものなんですね。この最後にね、見ていただくと映像があるんですよね、最後で。その映像っていうのはもう音声だけに等しい真っ暗なんですね。でそれをですね、ちょっと今から聞いていただこうと思うわけですけれども、注意していただきたいのが、まず一つ目、ご友人はもしかするとこの音声を聞いてしまったせいで精神を病んでしまった恐れがある。これは全く何の根拠もないんです。ただ事実としてそういった状況にあると。2つ目、おそらく SD カードの持ち主である女性はこの映像を最後に自ら命を絶っている。この日付だとかをね見てもそういう状況だと。もう一つですね、お伝えしなければならないこととして、こちらですね、当然その今回投稿してくれた方も聞いてます。でその方曰くですね、最近自分の部屋で全く同じ声が聞こえるようになってしまった。一番嫌なパターン。例えばシャワー浴びてる時とか、ベッドの中に入っている時だとか、シーンとしてる時にふと女性のような声が聞こえることがあって、その声がこの音声と同じだということを言ってるんですね。信憑性も根拠も定かではないので何とも言えない、もう事実のみを僕らが聞いたことをそのままお伝えするので、その真偽についてはですね、皆さんの方でご判断いただけたらと思います。では聞いていただきましょう。
もっとはいを忘れないでよ。じゃあまたね。だよ。待ってるからね。はいっていうようなね、内容なんですけれども、改めてね、お伝えしておきますけれども、もしこれを見てる方だとかで、この SD カードの中身に身に覚えのある方がいらっしゃったら、すぐにご連絡をいただきたい。それによってはすぐ公開は停止しますんで、なんか身に覚えあるなっていうのがね分かった方はすぐ教えてほしいんですけど、ただ内容についてね、ちょっと僕らの方で触れるのはいかがなものかというものではあります。この内容が一体誰に対してのものなのか、どういう状況で何を思って録音したものなのかも一切不明。部屋で亡くなった女性だとしたら亡くなる前に撮ったんじゃないかっていう話なんだろうけど、まだちょっと謎なんですよ。だからもしかすると今後調査次第では進展があり得るかもしれない。最後にですね、ではもう一度僕たちと一緒に聞いてお別れしましょうか。はい、では聞いていただきましょう。もっと